今回は高血圧性心臓病、ダイアゴナルブランチ、OM、それから13番の70から 90% 狭窄病変のある方、そしてタバコをやめていない方の CPX についてのお話をします。60歳代の男性です。中肉中背で高血圧があって気肥厚があると。でセレレーションタイムは275とちょっと伸びています。カテーテル治療 PCI の歴史があるんですけれども、その後もところどころに有益狭窄があります。この方、中性脂肪、採血した日はちょっと高めでした。悪玉は問題ないです。あとは糖尿病が若干あります。A1C6.5。A1C6.5 っていうのは糖尿病のところでも話したと思うんですけれども、最小血管合併症の観点からいくと、それほどでもないですね。これやっぱり7超えると増えますから。ところが 6.5 っていうのはちょっと早食いすると血糖値が180ぐらいに簡単に上がる、そういうデータです。空腹時が80とかだとすると100ぐらい上がっちゃうんですね。インスリン分泌度がそこそこ保たれている状況ですから、このぐらいだとね。その後が反応性の低血糖になるということで、血管に関してはすごく悪い状況です。ですからこの A1C6.5 見つけたら糖質を食べるなとか、そういう話もある程度は必要なんですけれども、早食いをしないようにということを一番重要視して説明するといいと思います。で、それからタバコです。15本54年間現在吸っているということです。エコーで見ると EF はいいんですけれども、拡張能がちょっと落ちていると。MR はありません。呼吸機能検査はしていません。薬としてはリフェジピン、アムロジビン、この辺カルシウム拮抗薬がちょっと重なってるんですけれども、ベータ遮断薬は使っていません。この症例で注目すべきポイントは虚血が出るかどうか、あと拡張障害の影響が出るかどうか、それから喫煙の影響はどういうふうに出るのだろうかというところです。結果方法はウォームアップ 10W でランプ15でやっております。その結果 123W で終了して、終了時の R は 1.21 でした。で終わった時ボルグは足の疲労が15、息切れが13でした。COPD とかあるとこれは逆になるんですね。息切れの方が強く言う人の方が多いんですけど、そこまでは言ってなかったということで赤字に示してあります。共通もありませんでした。心拍応答、血圧応答だと心電図変化はこういう感じで、心電図 ST が V1、V2 でちょっと上がっていたんですけれども、これ少し全壁アノイリスマールなのかもしれません。この AT あたりからちょっとアップスローピングに ST が下がり始めました。で、最終的にそれがイスケミックとかになることはなかったんですけれども、微妙な変化があったということです。サチュレーションの低下はありませんでした。ハートレート130と低いんですよね。この予測のピークハートレート151ですから。データハートレート、データワークレートも 0.43 と低いと。で、ベータブロッカー使ってないんです。なぜかっていうと、糖尿病の自律神経障害が少しもう起こってきているのかなとか、そういうことを考えさせる症例ですね。あと、高血圧でも自律神経障害が起こりますからね。そういうことの問題があるかもしれません。ですから、これは心臓リハビリテーションで介入すべき部分ですよね。AT 以上でアップスローピング、サチュレーションの低下がなかったので、この辺がポイントになるかと思います。パネル1に相当する絵なんですけれども、赤が VVCO2、緑が VVO2、青が心拍数、黄色がガス交換比、黒が酸素摂取量です。で、一番下のこの黒っぽい線はワークレートですね。AT はこの緑がここ、それからここ、それからここ、でここもそうなんですけど、今4つあるんですよね。一番最初はちょっとあまりにも低すぎるかなと。で、2番目っていう可能性もゼロじゃないんですけれども、これじゃないいろんな ATO2 とかそういうところも考えますと、3番目の方がそれっぽかったということで、ここで AT 選んでいます。で、91%。ピークは 89%。いずれにしても AT とピーク物は正常だということです。VO2 オーバーハートレート関係、ピークとパターンとスロープです。で、ピーク VO2 オーバーハートレートっていうのは 10.5 で、正常域に入っています。88%。パターンはこのまっすぐ伸びてきているんですが、最後にちょっと鍵爪のようにグッと平らになってるんですね。
これ拡大したのはこっちなんですけれども、緑はずっと増えてて横になってると。だから 88% で平らになってるので、それ正常なパターンの可能性もあります。ただその時のハートレート見てみると115なんですよね。拡張障害もちょうど起こりうるところということで、微妙にその影響も受けている可能性もあるかなっていうのは考えていいかと思います。で、このスロープ傾き、これは 6.70 というふうに正常で、心機能に関しても特にすごい大きい異常はないと考えていいと思います。今度 V vs.VCO2 スロープの Y 切片の方に注目したいんですけれども、6.9 です。これ4以上だと視空が多いということを示してるんですけども、これはもう明らかに多いですよね。で、この人は無駄に換気をしないとちゃんと酸素が取り込めない、そういう肺を持っているということがここでわかります。骨格筋関係ピークワークレート 123W114%。一生懸命心臓リハビリテーションやっていますので、それの効果がちゃんと出ているというところだと思います。データ VO2 データワークレートも 90% で、これも筋肉は全然問題ないというところですね。最終的に出てくるデータなんですけれども、運動対応の黄色正常、骨格筋緑、これも正常と。心臓もストロークボリュームもカーディアックアウトプットも正常と。ただこの Y 切片だけが 6.9 で異常ですよという、そういうような状況でした。ポイントとして運動対応は正常、心臓も正常、平定化あるんですけれども、ピークが 88%、ピーク VO2 も 89% ということで、経験的にですね、ストロークボリューム増加制限による平定化っていうのは、パーセントピーク VO2 よりも少ない数字になることが多いんですよね。ですからちょっと拡張障害によるものではない可能性のが高いかなとは思っていますけれども、ハートレート115でなるということで、その可能性もちょっとあるかもしれないという、そんなような感じです。いずれにしても随分さっきピークに近いところの話ですから、あまり臨床上問題にはならないと思います。ST も低下始めたんですよね、AT レベルで。でも AT レベルで O2 パルスの平定化が起こったわけじゃないんですよね。AT レベルでの ST 低下、やっぱり動脈硬化病変ありますから、虚血が全然ないとは言いませんけれども、心機能に悪影響を与えるほどの虚血ではないと言っていいのだろうと。そういう意味で虚血の影響はなさそうというふうに書いておきました。で、Y 切片が高いと。報告書としてはこういうことを書きます。回転数維持困難となり負荷終了がある 1.21、ボールが15、13、共通マイナス、O2 パルス平定化9が低いレベルではないんです。早期平定化はないということですかね。アップスローピングな ST 低下があり、わずかな虚血の兆しがあると考えるべきかっていうことで、一応こんなことぐらいは書くかなと思いました。で、不整脈はありません。運動体のは正常、骨格筋正常、心機能は今言ったように早期低下、早期ではないんですね。最後にはあるんですけど、ね、で、平定化はあると。マックス ETCO2 は正常と。で、VVCO2 関係は正常と。Y 切片は高値で、ただし SPO2 低下マイナス、終了時ボルグの息切れの方が下肢疲労より強いということはなかったと。あと、呼吸予備能もこの人正常だったんですね。ピーク VE が 59.9、MVV が 83.2 だったんです。ですから、これ 10% 以上離れてますから正常なんですよね。で、TIT 等々の急降下っていうのもありません。ですから明らかな COPD ではないんです。ただ潜在的な COPD ではあるだろうというふうに考えられました。こういう人の場合、僕はですね、患者さんにこの肺胞の絵を描いてですね、小部屋がいっぱいある方がガス交換の効率いいんだけれども、あなたの肺胞の壁はだいぶ壊れ始まってるから大部屋になっちゃって、人よりも多くハーハーしないと酸素が溶けなくて苦しくなっちゃうんですよという説明をするようにしています。潜在的な COPD、運動負荷試験をすると、運動中だけちょっとだけ明らかになる COPD を持っていそうだということですね。COPD の顕在化予防、動脈硬化進展予防、ACS 発症予防目的の有酸素運動と禁煙が望まれると最後に付け加えます。で、顕在化予防っていうのは壊れた肺胞を修復することは心臓リハビリテーションはないです。ただし呼吸筋を少し強くするから呼吸を楽にさせるってこともあるし、あと同じ運動した時に換気を少なくすることができるんですよね。換気の効率が良くなっているんですかね。ですからハーハーする度合いが少なくて済むと。肺胞が壊れ始まっていても運動療法した方が息切れは減らすことができますよと、そういう意味です。
ワイセッペンっていうのをよく見るとですね、でタバコをどうしてもやめない人には数字を使って禁煙を促すということは必要なのではないかなと思いました。というような症例でした。どうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いします。